こんにちは、ひでみキッチンです。今回はこちらのひき肉を使って簡単本格ドライカレーを作ります。費用の目安は約500円、調理時間は約30分です。今回のドライカレーの主役はひき肉なんですけれども、そこに玉ねぎの甘みとトマトの旨みと酸味を加えて本格なドライカレーをパパッと作っていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。まずは野菜から切っていきます。玉ねぎは1個分を細かくみじん切りにしていきます。今回のドライカレーの魅力といえば、やはり美味しさがギュッと濃縮された美味しさにあると思います。ルーを使ったカレーもとても美味しくて僕も大好きなんですけれども、ドライカレーにはドライカレーのいいところがたくさんありますので、ぜひ今回の動画を参考に作ってもらえると嬉しいです。濃縮したドライカレーの味わいに一役立っているのがこの玉ねぎですね。それとひき肉とこのトマトです。トマトは旨味と酸味をドライカレーにプラスをして、さらに奥深い味に仕上げてくれます。使ったトマト1個分はだいたい 2,3 ミリ角ぐらいの大きさに切っていきます。トマトを切るのが大変な場合は、トマト缶やパックになったペースト状になったトマトですね。ああいうものを使ってもらっても美味しく作れます。ただトマト缶などを使うと水分が比較的多く入っていますので、煮込む時間を少し長めにしてもらえるとよりいいかなと思います。もちろん玉ねぎやトマトの以外にも夏野菜でしたらズッキーニやナスを入れてもらっても美味しく作れますので、そのあたりはぜひアレンジもしてみてください。今回包丁を使って切り出すのは以上となります。あとは卵黄を用意しておきます。これはひき肉の上に乗せる仕上げに添える用の卵黄です。これで食材の準備が全て揃いましたので、それでは炒めていきます。まずはフライパンにサラダ油大さじ1とニンニクのおろし、生姜のおろしを各小さじ1入れて弱火にかけます。フライパンが温まってきたら、ここで玉ねぎのみじん切りを加えて火を強めます。火加減は中火から強火ぐらいが目安です。そしてある程度油が回ってきたら塩一つまみをして、玉ねぎが茶色くなるまでしっかりと炒めてください。この玉ねぎの炒めが甘いとドライカレーに甘さが引き立ってきませんので、しっかりと炒めて甘さを引き出します。玉ねぎが茶色く色づいてきたら、ここでひき肉を加えます。ひき肉を加えたらヘラを使いながらほぐすように炒めてください。ある程度ほぐれてきたら、ここでも塩一つまみをしていきます。さっと全体を炒め合わせたら、ヘラを使いながら平らに広げて、ここから動かさずに弱火で約5分焼き目をつけるように火にかけていきます。5分後ですね。動かさずに炒めることによってひき肉にこのように焼き目がついてきます。そうすることで香ばしい香りと、あとは肉の臭みも取る効果もありますので、ぜひやってみてください。次はトマトを加えて火加減を中火にします。そして1分ほど炒めながらひき肉としっかりとなじませていきます。ひき肉となじんできたら、ここでカレー粉を大さじ2杯、そしてトマトの水分がなくなるぐらいまで炒めていきます。カレー粉は今回ギャバンのカレー粉を使ってますけれども、赤いカンカンの SB のカレー粉を使ってもらってもいいですし、他に好みのカレー粉があるんでしたらそちらでももちろん大丈夫です。カレー粉も加えたら全体になじませながらしっかりと炒めていきます。水分がなくなってきたら、ここでカレー粉以外の調味料を加えます。ケチャップ大さじ1と味噌、醤油各小さじ1、そして水を 100ml 加えてください。味噌の代わりにコチュジャンや甜麺醤を使ってもらっても美味しくできます。味噌を入れるのはちょっと意外かもしれませんけども、この少量の味噌がぐっと奥深さを出してくれますので、ぜひ入れてみてください。調味料を加えたらよく混ぜ合わせ、ひと煮立ちさせてください。ひと煮立ちさせたら火加減を弱火に落として、ここから約10分煮込んで水分がなくなるぐらいまで煮詰めていきます。
10分煮詰めている間に途中で2、3回このように混ぜて焦げつかないようにだけしてください。10分後ですね。これぐらいまで水分がなくなって煮詰まってくればドライカレーの完成です。それでは盛り付けに行きましょう。今回のレシピはいかがでしたでしょうか。ひき肉と玉ねぎとトマトをしっかりと煮込んで煮詰めることによって本格的な味わいのドライカレーがご自宅でも簡単に作れます。カレー粉は好みのカレー粉を使ってもらっても大丈夫ですし、野菜に関しては夏野菜のナスやズッキーニなどを使ってアレンジもできます。辛いのがお好きでしたらガラムマサラを加えてもらうとより辛さが引き立って美味しいと思います。よかったら参考にしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。